こちらの動画では簡単にチャンネル紹介をしていきます。トピックはご覧の通りです。戦争を可視化することを目標として、戦争や軍事、国際関係に関する理論を中心とした解説をしていきます。その狙いは、書いてある通り自衛官、軍人と民間人のギャップを埋めることです。日本人の多くは戦争をどこか縁遠いものに感じていて、あまり自分事としてリアルにイメージすることができないものと考えているかもしれません。そんな考え方をこのチャンネルは払拭していきます。昨今、ウクライナ情勢もそうですし、アメリカの覇権の衰退や中国の台頭など、国際情勢関連のきな臭いニュースが増えてきました。日本国内だけ見ても、憲法改正やら敵基地攻撃能力だの米軍基地問題だのといった自衛隊や在日米軍関連の話題が選挙の争点にされるなど目につくようになってきています。ですがほとんどの人はいまいちピンときていないのではと感じます。なんでこんなことになっているの、結局のところどうするのが正解なの、自分たちは偏向報道やプロパガンダに踊らされているの、自分の国が侵略される心配はあるの、そういった感じでモヤモヤしている人は多いでしょう。いや、それどころかそもそも興味ない偉い人が何とかしてくれるっしょ。本音ではそんな人の方が大半かもですね。それは別に日本人に限った話でもありません。今日戦争の惨事を直に体験する者が先進国ではほんの一握りしかおらず、我々は戦争を常軌を逸した状態、国の指導者たちが回避すべきであった危機とみなしていると言いつつも、本チャンネルは別にタイムリーな具体例を一個一個解説していくわけではありません。その程度のことはすでに多くの情報番組や書籍等で散々やられています。でも大体の人はで終わってしまうかと思います。認知する契機はあるのになかなかその先まで踏み込めないのはなぜでしょう。理由は大きく2つ、一動機の欠如と二手段の欠如が考えられます。まず、自分には関係ない話で終わってしまい、それ以上考えようとするモチベーションが起きない。なぜなら戦争を政治や経済、社会、そして日々の仕事や生活等のグローバル、ローカルな事象と連関させる思考枠組みがないからです。せいぜい自然災害同様、経済や金融におけるリスク要因として考慮されるだけです。そしてたとえ興味を持ったとしても、なかなかその実像を把握する手段がない。情報は氾濫しているけど、何が正しいのか、どう解釈すればいいのかわからないというより、そもそも経験しないとわからないでしょ。そこで思考停止してしまう人が大半でしょう。経験しなければわからない。本当にそうでしょうか。それこそ戦争と一言で言っても、中枢で指揮を取る立場だったのか、後方支援で携わっていたのか、空襲を受けて逃げ惑う立場だったのか、実際に銃で人を殺したのか、大砲やミサイルで人を殺したのか、家族や友人を失ったのか、経験する内容は千差万別であって、それを経験しなければわからないと言ってしまったら、戦争について誰も知らないということになってしまいます。重要なのは、平和な世界があって戦争の世界があって、その2つで世界が構成されているのではないということです。まず世界があって、それを我々人間が戦争だ、平和だと分けているに過ぎません。戦争やら軍隊やらをネッシーや宇宙人のような見ることも触れることもできない世界の怪物か何かのように見なすのは誤りです。それらは私たちが生きているこの世界の中の一事象であり一部分です。目をそらさずに凝らしてみれば、誰でもちゃんとその姿を捉えることができます。戦争とはどういう事象なのか、なぜ起きてしまうのか。本チャンネルはそれらを現実感を持って正面から見つめ直してもらう契機となれるよう目指していきます。さて、一番言いたかったことは終わったので、あとはサクッといきます。チャンネル種についてですが、とりあえずは元陸次官部ということだけ明らかにしておきます。チャンネルの方針はこちらの通りです。1点目について1つだけ断っておきます。基本的に私が個人的に確立してきたものを軸とするので、通説に対して批判を加えることもしばしばあります。正誤は各々で判断してください。2点目、簡潔かつダラダラ続けないです。3点目ですが、戦術、戦略、安全保障とボトムアップに見ていきます。自然と戦争の歴史を追っていく形になります。4点目として、陸中心になってしまうのは陸自出身なのでご容赦ください。他軍種の話も極力触れていきます。5点目、書いてある通りです。今後の動画公開予定、上記の通りです。ちょいちょい番外編も挟む予定です。チャンネル趣旨の中で戦争を実感を持って理解してもらいたいという意図はお伝えしました。ここではチャンネルタイトルにもある理論とはということについて簡単に補足しておきます。さてここでクイズ。地球はどんな形をしていますか？丸い球体あってそうですよね。でも厳密には間違いです。地球は自転による遠心力で赤道付近が膨らんでおり、楕円体をしています。それだけではなく、山や谷、海など無数の起伏があります。でも特定の分野の専門家でもないのに、そんな細かいことを気にしてたら何も喋れなくなっちゃいますよね。現実社会の諸事象を見るときも同じです。何が本質で何が使用抹殺なのかですが、それを見極めるのはとても難しいです。そこで理論というものが必要となります。ごちゃごちゃ多種多様な言説やフェイクニュースに惑わされないようにするには、理論的な視点を得ることが一番かと思います。今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。